いつも Diva モッド関連でお世話になっております。あずきさんと申します。前回の動画では、デフォルトミクの髪にメイコ、ブルークリスタルの髪飾りの移植をしましたが、今回の動画では、前回のファイルをそのまま使用して、メッシュとボーンの位置や向きを変更するための方法を説明いたします。なお、今回の説明だけでは対応不可能な特殊なボーンも存在します。動画の途中で説明しますので、作業を始める前に最後まで視聴することをお勧めします。まずはいつも通りにファルクファイルを FBX ファイルにエクスポートします。前回の動画を飛ばした方は自分で作成したメッシュとボーンを移植済みのファルクファイルで作業を進めてください。その後、ブレンダーを起動して今の FBX ファイルをインポートします。特筆すべき点はありません。設定変更だけは忘れないようにしてください。次はメッシュとボーンの移動などを行います。最初にボーンの操作をしやすくするために操作するボーンを別のアーマチュアに分離しておきます。ボーンの編集モードにしたらコントロールキーを押しながら左クリックしていき、該当するボーンをすべて選択します。その後、ショートカットキーの P を押して、ボーンを別アーマチュアに分離を実行します。分離したら、追加したメッシュと分離したアーマチュアを複数選択して移動や変形を行います。この動画を見ている人には不要な説明と思いますが、ショートカットキーの G で移動、R で回転、S でスケール変更が行えます。変形したメッシュとボーンの位置が一致していれば良いので、このあたりの作業は各自やりやすい方法で行っていただいて構いません。今回の例ではこの形で落ち着きました。変形が終わったら分離していたボーンを元に戻します。やり方は前回の動画と同様で、別アーマチュア、元のアーマチュアと順に複数選択したら、右クリックメニューから結合を実行すれば OK です。ボーンのペアレントも外れているので、ボーンの編集モードに切り替えて接続し直します。今回の例では、接続先は J、GAO、WJ です。終わったら FBX ファイルにエクスポートして MMM でリプレイス。その後はモッドのフォルダに移して、ゲーム画面上で動作を確認します。このあたりの操作も、この動画を見られている方には日常的なものだと思いますので、説明は省略します。なお、前回の動画部分からこの先までの作業は一気に行っても構いません。ただ、問題があった場合の原因の切り分けのためにも、個人的には毎回ゲーム画面上で確認した方が良いと思っています。なお、現時点ではこのような感じで、パッと見は普通ですが、よく見ると羽が前後から押しつぶされたような状態になっています。メイコの元々のブルークリスタルと並べると、このようになっています。それでは、原因と修正方法の説明に移ります。まずは原因の説明です。作成したファルクファイルを開いて、スキンの中にある点々点を左クリックしてください。このウィンドウでは、各ボーンの各種情報を確認したり編集したりすることができます。例えばポジションは、このボーンの位置座標を XYZ で、ローテーションはボーンの向きを XYZ で表しています。どちらもペアレントされている親ボーンから見た位置や向き、いわゆる相対値となっています。これらの値はブレンダーでボーンの移動などを行っても反映されず、ゲーム画面上ではボーン変形前の値で動作していたため、表示がおかしくなっていました。ここからは、ボーンの位置や向きを変更した後のモデルからこの値を取得して修正する方法を説明いたします。なお、OSG 以外のボーンについては、この後に説明する方法だけでは対応できません。あらかじめご了承ください。それでは作業に移ります。まずは、先ほど作成した改造済みの FBX ファイルをブレンダーで読み込んでください。ファイルが残っているのならそのまま使っても構いませんし、ファルクファイルからエクスポートし直しても構いません。
ちなみに、この後の作業ではボーンをバラバラにしたりしますので、不安のある方はブレンドファイルに保存しておいてください。次に、作業では使わないメッシュやボーンを削除します。操作に慣れていたり、右上のリストに余計なものがあっても気にしない方は、非表示にするだけでも構いません。ここで削除する余計なものとは、すべてのメッシュと元からあるボーンです。移植したボーンの接続元のボーンは使いますので、残しておいてください。今回の例ですと、J ヘッドドレス L と J ヘッドドレス R、そして J カオの3つが接続されたまま残されていれば OK です。なお、映像のリボンガールのポニーテールのように J カオにつながるボーンの後ろに、さらにボーンがつながっている場合は、後ろのボーンは削除して構いません。必要なボーンだけ残したら、今度はアーマチュア全体の向きを変えます。これは、向いている角度などを調べるための基準となる接続元のボーンの向きを、ブレンダーで管理する向きに合わせるためです。まずは、データタブのビューポート表示の中にある座標軸にチェックを入れます。これでボーンの X、Y、Z の向きがわかるようになります。その後、右上の座標軸を参考にして、接続元のボーンの向きをアーマチュアごと回転させます。合わせる向きはこのように、ボーンのテールを X、ボーンの X を Y、ボーンの Z を-Z です。接続元のボーンが顔ならば、ショートカットキーの R で回転モードにして、Z、Q、0と入力して確定すれば、希望の向きに回転します。胸ならば X、-Q、0、腰ならば Z、-Q、0の後に X、-Q、0です。ボーンの向きはそれぞれ異なりますのでご注意ください。回転後はその状態を確定させます。上のオブジェクトから適用、回転を実行してください。これで現在の向きが初期値となります。これから位置の値を調べます。の前に、複数のボーンを扱うときは、誤って別のボーンと間違えないために、ビューポート表示の名前にチェックを入れておきます。改めて作業開始です。画面上部の磁石アイコンをクリックして、スナップ機能を有効にしてください。右隣のアイコンをクリックすると開く設定画面では、スナップ先を頂点に、スナップ方法は中心としてください。次は、接続元のボーンと追加したボーンの距離を調べるための物差しとして座標軸を追加します。上の追加からエンプティ座標軸と実行してください。座標軸とはこれのことです。物差しとして扱うだけなので、別のものでも構いません。この座標軸をショートカットキーの G で移動させます。まずは接続元のボーンのヘッドをクリックして移動を確定してください。次に同じように G で移動モードにして追加したボーンのヘッドまで移動させます。この時、左下に移動モードで移動させた距離が表示されますが、この数字が MMM で入力する数字になります。数字をコピーしたら MMM のポジションの欄にペーストしてください。ブレンダー側の XYZ の並びとポジションの並びは一致しています。XYZ の3項目のペーストが終わったら、次のボーンも同じように距離を調べます。G で接続元のボーンのヘッドに移動させてから、追加したボーンのヘッドに移動し直すだけです。左下の数字も同様にコピー&ペーストしてください。この作業は追加したボーンの数だけ繰り返します。すべてのボーンでペーストが終わったら、ポジションの修正は完了です。次は、接続元のボーンと追加したボーンの向きがどれだけ違っているかの値を調べます。
座標軸のエンプティは紛らわしいので、一旦削除してください。接続元のボーンを回転させて値を調べるので、まずは接続元のボーンをコピーします。アーマチュアごとコピーして、その後に余計なボーンを削除すれば OK です。そうしましたら、ボーンのポーズモードに変更し、今コピーした接続元のボーンを選択します。そして、右下のボーンコンストレイントから回転コピーを選んでください。ターゲットには元のアーマチュアを、ボーンには向きの値を調べたいボーンを選んでください。こうするとボーンの向きがコピーされます。ただし、これだけでは値は取得できないので、もう一手間作業を挟みます。操作モードをオブジェクトモードに戻してから、追加、エンプティ、座標軸で追加します。先ほどと同じで、座標軸以外のものでも構いません。そして座標軸のエンプティを選択した状態で右下のコンストレイントから回転コピーのオブジェクトコンストレイントを追加します。ターゲットにはコピーした方のアーマチュアを、ボーンには先ほど回転コピーを行ったボーンを選びます。そして下にあるターゲットではローカル空間オーナー座標系を選んでください。ここまでできましたら回転コピーを適用します。これでトランスフォームタブの回転欄に接続元ボーンと追加したボーンの向きの差が表示されます。ただし今表示されているのは360度の通常の角度で MMM に表示されるものとは単位が異なります。単位変更はシーンタブで行います。シーンを開き単位内の回転をドからラジアンに変更してください。これで先ほど表示されていた回転の数値が MMM でそのまま取り扱える数値になりました。あとは MMM のローテーション欄に入力していくだけです。並び順も左から XYZ ですので順にコピー&ペーストしてください。入力し終えたら、コントロールプラス Z を複数回押して、ボーンの回転コピーをする前まで戻り、別のボーンを対象に同じ手順を繰り返します。追加したボーンすべてで、ローテーションの値を入力できたら作業完了です。ファルクファイルを保存したら、モッドのフォルダに移動させて、ゲーム画面上で動作を確認してください。追加したボーンに対応するメッシュ部分が不自然に変形したりせずに揺れていれば対応完了です。今回は髪飾りの移植のみに絞った改造例だったので、ミクの髪留めと重なって微妙な見た目になってしまいました。今回の解説は以上となります。手順が複雑で慣れないうちは難しいですが、やり方を知っておくと改造の幅が広がったり、望んでいた改造ができずに諦めるようなことも減ったりしていいのではないかなと思います。なお、今回の手順については、Discord サーバーのソルトさんにご教授及びご調査いただき確立されました。ご協力いただき誠にありがとうございました。それでは、機会がありましたら、次の動画でまたお会いしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。